皆さん、こんにちは。ゴンの湯おむすび、ゴンのゆいです。いつも動画をご覧くださいましてありがとうございます。日本舞踊や日本の古い本をご紹介するコーナー、いにしえ日記。今回の第19回は、前回に続き、宮本武蔵五輪書から水の巻をご一緒します。前回の地の巻では、兵法という道の土台のお話でした。今回はその上を静かに流れる心と体のあり方についての一節を日本舞踊にも重ねながら味わっていきたいと思います。どうぞご覧ください。水の巻の冒頭で武蔵はまず、兵法の心は水を元としていると切り出します。水は自分から形を主張しません。器があればその形にそっと従い、高いところから低いところへ無理なく流れていきます。武蔵は兵法の心もまた、そうした水のあり方に習うべきだと言っているように感じます。そして続けて、この間に書いてあることは、本当は細かく書き分けることが難しい。けれど、一つ一つの言葉を一字一字よく味わってほしいといった意味のことを述べています。どれほど言葉を尽くしても最後に受け取るのはその人自身の体と心。水の巻は最初からこれは本で読み切るというより自分の稽古の中で少しずつ体験していく道ですよと告げているように思います。次に語られるのが心の持ち方です。武蔵はまず兵法の場だからといって普段の心を別物にしてはいけないという意味のことを述べています。日常でもいざという時でも心の質を変えてしまわないこと。心は広くまっすぐに張り詰めすぎず緩みすぎずどちらかに寄りすぎないようにそっと真ん中に置いておくこと。静かな時に心まで止まってしまわない。慌ただしい時に心だけが走り出さない。舞踊でもこれは本当に何度も試される感覚だなと感じます。例えば舞台の袖で出番を待っている時、緊張のあまり心が固まりすぎることもあれば、逆に高鳴りが強すぎて拍子や呼吸が見えなくなることありますよね。そんな時、この心の章を思い出すと、胸の奥が少し静かになるような気がします。また、武蔵は心を狭いところに押し込めず、広いところに知恵を置くことの大切さを説きます。いろいろな芸能や道を見聞きし、騙されない目を養ってから、それを兵法の知恵にしていくのだ、と。これは日本舞踊だけに閉じないで、他の芸術や本、様々な表現に触れておきたいという、私自身の思いとも重なっていきます。続いて語られるのが、身なり、体のあり方です。顔の向きはどうか、目つきは乱れていないか、額や眉間に余計な力が入っていないか、首筋、背筋、腰、膝、足先まで一つ一つの置き場所を武蔵は細かく書き記しています。読み上げてしまうと淡々とした描写ですが、この淡々と細かく見るという眼差しそのものが一つの型のようにも感じられます。そしてこの章の締めくくりで武蔵は普段の体を戦いの体とし、戦いの体を普段の体とすることが大切だと述べます。特別な場面だけ急に姿勢を正すのではなく、普段の体のありようがそのまま兵法の体となるべきだ。
武蔵が言いたいのは、戦いの時だけ武士らしくするのでは遅いということです。日常での立ち姿、歩き方、呼吸の深さ。そうしたものすべてが、いざという時の身のこなしに直結する。これは日本舞踊にも本当にそのまま当てはまりますよね。舞台だけ舞う体になるのではなく、日々の暮らしの体の中にこそ舞台の体が育っていく。武蔵のこの一行は舞踊の稽古のあり方を照らす、とても大切な言葉だと感じます。次は目付の章です。ここでは見ると見るという二つの目が語られます。一点をじっと見る目よりも全体を見る目を強く持ちなさいということ。遠くのものを近くにあるように感じて見ること。近くのものを少し遠くから眺めるように見ること。それが兵法の要であると武蔵は書いています。舞台に立つ時の視線、客席全体をどう受け止めるかという問題ともとても深く響き合う言葉です。また、相手の太刀を知りながら、相手の太刀そのものに目を奪われてしまわないことという教えもあります。起きていることを冷静に知ってはいる。けれど、それに心を振り回されすぎない。これは対人関係やニュースとの距離感など、現代の日常の中にもそのまま持ち込めそうな感覚だなと思います。続いて、太刀の持ち方です。ここは舞踊の扇子の持ち方にもとてもよく似ているなって感じました。親指と人差し指を少し浮かせておくような心で持つこと。薬指と小指でそっと支える心で持つこと。手の内に余計なくつろぎ、つまりだらっとした力の抜け方が出てしまうと良くない、と武蔵は言います。最後にこんな印象的な教えが出てきます。握りついてしまった手は死んだ手であり、執着せずしなやかでいる手が生きた手なのだ。ぎゅっと握り込めば込むほど手首も肘も固まり、動きが自分で自分を縛ってしまいます。その分だけ動きの自由も狭くなっていきます。反対に離しすぎてしまうと物を支えられない。この生きた手の感覚は扇子を持つときはもちろん、人や物事との距離感の取り方にもそっと当てはめてみたくなる言葉ですね。足の運びはどんな場面でも基本的には普段歩くのと同じようにと説かれています。飛び跳ねる足、浮ついた足、だらりと重さの抜けた足。こうした足使いは三つとも嫌われる足だと。そして水の巻の中でも特に心に残る言葉の一つが陰陽の足という考え方です。右と左、陰と陽。どちらか片方だけを動かすのではなく、二つで一つの歩みを作っていくこと。片足だけで何かを成し遂げようとしない。踏み込む足と支える足。進む足と受け取る足。日本舞踊の足運びの中にも、この陰陽の足の感覚は息づいていますよね。はい。水の巻はこの後もまだまだ続いていきます。太刀の軌道のこと、構えがあるようで、同時に構えなしでもあるという教え。太刀と体のどちらが先に動くのかといった話。一見とても武芸的で専門的な内容ですが、読み込んでいくと、そこには人と人との距離の取り方などの対人関係にも活かせそうな視点が
たくさん隠れているようにも思います。今回は水の観の中から日本舞踊にも重ねやすい心、身なり、目、手、足、このところまでを中心にご紹介しましたが、ぜひ原文にも触れて、この先の世界も味わっていただけたら嬉しいです。水の観の最後の方で武蔵はこう述べています。千日続ける稽古を単と呼び、万日続ける稽古を連と呼ぶと。稽古をしたからといって、一日で何かが劇的に変わるというよりも、ゆっくり、しかし確かに、水が土に染み込んでいくように、体の奥へと入っていく時間。日本舞踊の稽古もまさにそういう時間なのだろうなと感じます。はい、今日は宮本武蔵五輪書水の巻の中から心の持ち方、身なり、目の付け方、手の内、足の運びを中心に日本舞踊や日々の暮らしにも通じるところをご一緒しました。皆様の今日という一日が柔らかく、しかし芯の通った水のような心で静かに流れていきますように。次回は風の巻をご紹介します。今回も最後までお付き合いくださいましてありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。